イギリスの首都、ロンドンから、北部に、スコットランドを結ぶ、鉄道の大動脈、西海岸本線。この路線には、長年イギリスの鉄道を悩ませてきた、ある弱点がありました。それは、行く手を阻む、連続するカーブと、険しい勾配です。この弱点を克服するために、旅客列車では、車体傾斜装置、いわゆる振り子式車両が開発されました。時には、歴史に残るような、大きな失敗を経験しながらも、現在では、高性能な振り子式車両たちが、カーブだらけの路線を、日夜高速で駆け抜けています。西海岸本線において、車体を傾けて走る、振り子技術は、まさに、必要不可欠な存在でした。しかし、2024年、この路線に突如として、あえて、振り子装置を持たない新型車両が導入されたのです。一体なぜ、長年追い求めた技術を手放したのか。本日は、その謎を解き明かすべく、話題の新しい車両に、実際に乗車してみたいと思います。皆様、おはようございます。今日からまた、新たな鉄道の旅が始まります。出発地は、イギリス中部にある、鉄道の町、クルーです。前回の動画でも触れた通り、ここは、1842年に、巨大な機関車工場が建設されて以来、イギリス鉄道史を彩る、数々の名車を生み出してきました。現在、工場の大部分は閉鎖され、再開発が進んでいますが、この街から、鉄道の誇りが消えたわけではありません。私たちが泊まったホテルの壁紙には、蒸気機関車があしらわれ、駅の構内には、この街で生まれた特急列車、HST や、同じくクルーを拠点とする高級車、ベントレーのエンブレムが、美しいモザイク画として飾られています。そんな歴史ある、職人の街から、僕たちは、西へと進路を取ります。時刻は朝の10時過ぎ。実はこの時、ゆっくりさんを筆頭に、僕たちは、少し緊張していました。なぜなら、これから乗る特急が、従来型ディーゼル列車になるか、それともお目当ての新型車両になるか、全くの不確実だったからです。どうやら、日によって車両の運用が違うようで、運任せの状態でした。しかも、外れ車両をよく聞く、私ゆっくりさんがいるしね。ゆっくり、お前、帰れ。なんだ、この。などと、期待と不安が交錯する中、ホームで列車を待っていると、エンジンの音を響かせて、5両編成の真新しい車体が滑り込んできます。これこそが、2024年に営業運転を開始したばかりの新型車両、クラス805型です。800番台の形式名、そして、この見覚えのある、新幹線のようなシルエットで、お気づきの方も多いでしょう。そう、これは日本のメーカー、日立製作所が製造した、最新鋭の特急車両なのです。またクラス800シリーズか。イギリスを走る、日立の特急車両、最近増えすぎじゃない？違いなんて、塗装ぐらいでしょ？と思っているそこのあなた。クラス805型は、今までの車両と比べて、いくつもの改良が加えられているんです。ということで、クルー発、ホーリーヘッド行きの特急に乗り、車内の違いや、この列車の運用を見ていきましょう。目的地のホーリーヘッドは、クルーから、およそ150キロ離れた、のどかな港町です。やがてドアが閉まり、列車は静かに、そしてかすかにエンジンの音を響かせながら、クルーの駅を出発しました。発車してすぐ、右手の車窓には、前回の動画で訪れた、クルーヘリテージセンターが見えてきます。APT 君やニコちゃん、それからパンコ、違った、HST 君に見送られながら、列車は西へと分岐していきます。その展示してある APT 君に関して、私たちは先日、新たな名ポイントを見つけちゃいました。現在、博物館にある、クラス370、APT-P は、〇〇1編成が展示となり、車内を移動しながら見学できます。内部は、現役当時の姿に復元した客席や、車内の売店、そして、この車両に関する写真や資料が見られるのですが、こいつ、一部の車両が、傾いているんです。金助、よく気がついたな。まあ 2VI さんでもわかったから当然か。2V は余計でしょ 2V は。それにこんなの、誰だって気づきますよ。床が斜めになっちゃってるし、車両間の通路だって、明らかにずれてるんだもん。
先進旅客列車、APT は、高速運転の切り札だった、制御式振り子装置の開発が難航。技術的な課題はどうやってもクリアできず、最終的に、計画そのものが中止になってしまいました。どうやらその傷跡、じゃなくて痕跡は、展示車両になった今も、残っているようです。シルドンに収蔵されている APT もそうだったけど、イギリスの博物館の振り子式車両たちは、みんな車体傾斜装置を固定してないんだよな。オリジナルの姿のままを残す、イギリスらしい展示方法だ。なんて話をしている間に、日立製の新型車は、クルーの街と博物館に別れを告げ、西に向かって走り続けています。クルーから終点のホーリーヘッドまでは、およそ2時間。途中7つの駅に停車します。さて、私たちが乗っている、この真新しい列車。実は、ここからの区間に、とある事情があります。ホーリーヘッドに向かう路線は、クルーから先が、非電化、つまり架線がありません。そのためこれまでは、クラス221型、スーパーボイジャーという、ディーゼル特急が使われてきました。しかし、2024年にデビューした、日立製のクラス805型は、ただのディーゼル列車ではありません。電化区間ではパンタグラフを上げて、架線からの電気で走り、非電化区間だけ、床下のディーゼル発電機で走行する、バイモード車両なのです。これによって、排気ガスやエンジンの騒音、燃料の消費を抑えつつ、効率的な運転ができるようになっています。通常この列車は、首都のターミナル、ロンドンから出発します。ですので、ロンドンからクルーまでは、電車特急として高速で駆け抜け、非電化区間に差し掛かるところで、機動車へとチェンジするのです。エンジンがかかるタイミングは、車両がクルー駅に停止した瞬間。制御は自動で行われているそうです。ブリテン島の西部を通り、南北を縦断する、西海岸本線。この路線で、特急を運行する、アバンティウエストコースト社は、今回、日立製の新型車を、2形式、23編成、合計135両もの大量導入をした。新型車の愛称は、共に、エベロ、という。私たちが乗っているのは、5両編成で、発電用エンジンを搭載する、クラス805型。こちらは、13編成が発注されている。そしてもう一つ、7両編成で、純粋な電車型の、クラス807型が、10編成導入される。西海岸本線は、主要駅であっても、ホームの長さは11両までしか止まれない。それにクラス800系列は、1両ごとの車体も、従来の車両より長いので、ホームの制約がある。したがって、長い7両編成である、クラス807型は、常に単独で運転される。一方、短い5両編成の、クラス805型は、2編成をつないだ、10両での運転が可能だ。この構造を活かして、長い10両でロンドンを出発し、途中駅で、後ろの編成を分割。身軽な5両編成になって、終点へ向かう、といった、柔軟な運用も組まれている。しかし、ここで一つ大きな疑問が湧いてくる。アバンティが運営する、西海岸本線は、先ほどもお話しした通り、カーブだらけの難所だ。だからこそ、APT は大失敗し、現在も、高速電車特急、ペンドリーノや、機動車特急、スーパーボイジャーにも、車体を傾けてカーブを曲がる、車体傾斜装置を搭載していた。説明しながら、さらっと人の傷口をえぐるの。禁止。まあまあ、君の失敗と、技術の売却があったからこそ、僕たちペンドリーのシリーズは、改良、発展したわけだし。貴様たちの研究と失敗のおかげで、買いやすくしてくれてありがとう。お前ら、話戻すぞ。このように、西海岸本線の特急列車には、車体傾斜装置、いわゆる、制御式振り子が、必要不可欠な技術だった。しかし、最新鋭のエベロには、あえて振り子が搭載されていない。その背景には、もちろんきちんとした理由と、それによって起こった問題がある。のだが、それは後ほど、実際の走りを体験しながら、紐解いていこう。クルーを出発して、最初の停車駅は、ここチェシャー州の州都、チェスター。クルーからの所要時間は、20分だ。そして、このチェスターを出発すると、列車はいよいよ、ウェールズへと、足を踏み入れる。ところで皆さん、イギリスという国の中には、
別の国がいくつかある、という、ちょっとややこしい制度をご存知でしょうか。その一つが、ここ、ウェールズなんです。ウェールズは現在、完全に独立した国家ではありませんが、イギリスを構成する、4つの国の一つです。そしてこの土地は、イングランドとは全く異なる、独自の歴史、言語と文化、そして強い誇りを持っています。かつては、石炭や鉄鋼、スレートなどの産業で大いに栄え、産業革命を支えたウェールズ。現在は、美しい山岳地帯や、荒々しい海岸線、古城、そして保存鉄道など、魅力的な観光地として知られています。私たちが乗る特急は、イングランドのクルーから、ウェールズへと直通するので、ある意味で、国際列車と言えるかもしれません。ですがもちろん、入国制度は、同じイギリスとして統一されているため、車内や駅で、パスポート審査や税関は一切ありませんのでご安心を。列車がウェールズに入ると、車窓の景色だけでなく、言葉も変わります。ウェールズでは、英語に加えて、ケルト系の言語、ウェールズ語が、日常的に使われます。ですから、駅名や道路標識などに、2つの言語が並ぶのは、ごく当たり前の光景なのです。例えば、この列車の終点である、ホーリーヘッド。この地名は、英語での名前で、直訳すると、聖なる岬、という意味です。けれど、地元のウェールズ語では、カイルギビという、全く違う名前が付けられています。カイルは、ウェールズ語で、砦や城塞を意味し、キビは、6世紀の聖人の名前。つまり、キビの砦、という意味になります。ローマ時代の砦の周囲に、町が発展し、そこに聖キビ教会が建てられたという、深い歴史が刻まれた名前なのです。さらに余談ですが、旅の出発地である、鉄道の町、クルー。実はあの名前も、古いウェールズ語から来ているんです。関、や、川を渡る地点、いわゆる、クロッシング、を意味する言葉が、語源と言われています。現在のクルーは、ウェールズではなく、イギリスの大部分を占める国、イングランドに属する町です。でも、ウェールズが近いことから、昔から、文化や言葉、歴史が入り混じり、今でもひっそりと息づいているんです。ではここから、最新鋭車両、クラス805、807型、エベロの全貌を、詳しく解説していきましょう。この車両は、大部分がイギリスで製造されていますが、アルミ製の車体本体は、山口県の笠戸工場で作られ、海を渡ってやってきました。まずは外観デザイン。基本的な形状は、2017年から導入されている、クラス800シリーズと共通です。鉄道会社に引き渡された時は、黒いノーズにグレー一色の車体でしたが、そこにシックな緑や紺色、そして明るい白の模様を、ラッピングで施しています。そのため、ドアの縁などをよく見ると、下地のグレーが顔を覗かせています。この車両で面白いのが、ドアのカラーリングです。イギリスでは、超高ドアの視認性を高めるため、ドアと車体を別の色にすることが義務付けられています。そのため、車体側が濃い色になっている、先頭のドアだけは白。逆に、周りが白系になっている、他のドアは、グレー、と塗り分けられています。ただし、一等席のある、先頭車両の前側ドアは、乗客が使わない、業務用扉です。なので目立たないように、車体と同じ、緑色でラッピングされています。このエベロが、西海岸本線に導入された最大の理由。それは何といっても、座席数の圧倒的な増加です。この路線は、イギリスの重要な大都市が、沿線に点在しているため、常に需要が多く、特急列車は、慢性的な混雑に悩まされていました。その上、主力車両である、クラス390、ペンドリーノは、長距離線を中心に投入されているので、1往復にかかる時間が長く、編成数が不足していました。これを補うため、電化区間でも仕方なく、5両編成のディーゼル特急、スーパーボイジャーを投入していたのです。しかしこの車両は、最高時速200キロで走れるとはいえ、ディーゼルエンジンで走る気動車。電化された混雑区間では、他の特急に追いつかれないよう、最大性能で走らなければなりませんでした。そのせいで、車内には常に、エンジンの騒音と振動が響き渡っていました。さらに、スーパーボイジャーで問題だったのが、効率の悪い輸送力です。短い5両編成単体では、
もちろん座席が足りない。かといって、2編成を繋いで重量にしても、大都市間では、まだまだ不足気味。加えて、ホーリーヘッドやレクサムといった、非電化の北ウェールズ方面でも、問題が起きていました。ここでも、夏の観光シーズンを中心に、輸送力が不足していたのです。しかし、2編成を連結し、重量にすると、今度は輸送力が過剰になってしまいます。おまけにボイジャーは、先頭車両に貫通路がないので、長い重量編成にした場合、前後の編成それぞれに、車掌や車内販売員を乗せなければならず、人件費もかさんでいました。こうした長年の悩みを一掃したのが、日立製のエベロでした。クラス805型は、スーパーボイジャーと同じ、非電化対応ながら、架線からの電気でも走れる、バイモード車両です。なので電化区間では客室内に、エンジン由来の振動や騒音が発生しません。その上エベロは、座席の数が、大幅に増加しました。ボイジャーが258席だったのに対し、クラス805型は、299席。なんと、16% も座席が増えています。さらに、7両編成の電車型、クラス807型に至っては、453席もの座席を備えます。これは、現在長距離線を担っている、特急ペンドリーノの、給料版に迫る輸送力です。でもなぜエベロは、同じ車両数でありながら、ここまで座席を増やせたのでしょうか。それには、大きく分けて、3つの理由がありました。1つ目は、中短距離の需要に合わせて、座席の割合を変更したこと。エベロが導入される路線は、需要が多く、所要時間は比較的短い、リバプールやバーミンガム方面です。ここは2時間ほどで到着できる区間ですから、普段から、普通席の利用が多い路線でした。ですから思い切って、一等席を減らし、普通席車両を増加させたのです。2つ目は、座席以外のスペースを削ったことです。と言っても、車内サービスに影響が出るような変更ではありません。従来のペンドリーノには、車内に売店や、一等席用の本格的なキッチン、自転車置き場があります。こうした設備が車内に分散していたため、空間の使い方に無駄な部分がありました。それに一等席の客室中央には、ドリンクサービス用のカート入れがあるんだよな。そうでしたね。新型車では、これらの設備を維持しつつ、配置を見直したり、一つずつの設備を少しずつコンパクトにまとめ、座席を置く空間を確保したのです。そして、座席を増やせた3つ目の理由。それこそが、冒頭でお話しした、車体傾斜装置を搭載しなかったことです。実はペンドリーノは、車体傾斜装置を制御するための、大きな機械室が必要でした。これが、各車両の車内に鎮座していて、絶対に省略できない、デッドスペースになっていました。カーブの多い、西海岸本線では、必要不可欠な振り子装置ですが、座席を増やす上では、弱点にもなっていたのです。でも、振り子がなかったら、カーブで減速しなきゃならなくなって、遅くなるんじゃないのと思うかもしれません。確かにエベロは、カーブで減速が必要です。しかしこの車両は、従来の車両よりも、高い加速力を有しています。だから、一度減速しても、その後の直線で、減速をした分を補うことが可能なのです。まさに、発想の転換ですね。ではここで、少し車内も見てみよう。5両編成のクラス805型は、ロンドン寄りの先頭車両が一等席。残り4両が普通席だ。この列車は、中間の3両に、動力装置を集中搭載している。そのため、先頭車両に配置された、一等席に座ってしまうと、モーターやエンジンの音が楽しめないのが、非常に、ものすごく、残念なところだ。この欠点は、トランスペナインエクスプレスのクラス802型、ノバ1も共通だな。座席配置は、一等、普通席ともに固定式。向かい合わせのボックスシートが主体だ。今回私たちは、長めの乗車になるので、ゆったり座席の一等席を選択した。だが実際に座って移動しているうちに、一等席は、窓の配置がどこもかなり微妙なことに気がついた。せっかく景色を独り占めできる、一列席が、窓枠と被っていたり、向かい合わせ席には、真ん中に太い柱があって、どの位置も、いまいち外がよく見えない。このあたりは、ちょっと惜しいポイントだ。そんなことよりも、
やっぱり私はモーターとエンジンがない点の方が。このように、西海岸本線において、期待を背負った新型車両、エベロ。このまま、順風満帆な鉄道人生を送る、はずだったのですが、現実はそう甘くありませんでした。2024年の、華々しいデビューから間もなく、この車両に突如として、暗雲が立ち込めます。なんとイギリスの鉄道庁が、急遽、安全性の改善通知、事実上の、法令違反を突きつけてきたのです。一体、何が問題だったのでしょうか。鍵を握るのは、西海岸本線に設置されていた、タスと呼ばれる信号システムです。タスとは、ペンドリーノやボイジャーのような、振り子式車両を支えるための仕組みです。線路から車両へ、現在地情報を送り、車体の傾斜を制御したり、速度が制限を超えないように指示を出す。いわば、振り子と速度の自動監視システム、です。日本の制御式振り子車両と同じようなもの、と考えるといいかもしれません。実は、イギリスの一般的な鉄道保安装置は、日本やドイツのものほど高度ではありません。信号や、急カーブの手前など、特定の地点を通過した瞬間にのみ、ピンポイントで速度をチェックする仕組みです。しかしこのタスは、列車の速度を連続して監視できるため、結果的に西海岸本線において、非常に精度の高い安全装置として機能していました。さて、ここでお気づきでしょうか。そうです。新型車のエベロは、振り子装置を持たない車両です。ですから当然、メーカーも運行会社も、振り子がないなら、タスシステムは不要だと判断し、搭載を見送りました。しかし鉄道庁は、そこを問題視しました。その理由は、列車は最新でも、運転するのは同じ人間だという点です。今まで、クラス800系列を導入した会社は、HST 君など、振り子装置のない列車を置き換えてきました。そのため、カーブでの制限速度が従来車と一緒で、運転士は同じ速度感覚のまま、新型車両へ移行できたのです。しかし、アバンティ US とコースとは、カーブをより高速で通過できる、車体傾斜装置付きの車両のみを保有してきました。ということは、エベロが導入された後の、アバンティ車の運転士は、カーブで減速が不要なペンドリーノと、大きく速度を落とさなくてはいけないエベロを、交互に運転することになります。そこでもし、エベロを運転している最中に、自動速度監視がないことや、振り子がない分、カーブの制限速度が低いことを、運転士が、うっかり忘れてしまったらどうなるのか。運転台に、今までは存在していた安全装置がないことで、重大な速度超過事故につながる、ヒューマンエラーのリスクがある、と鉄道庁は指摘したのです。その理屈はわかります。でも皆さん、この話、非常にややこしい、というか、運行会社からすれば、ふざけるな、と言いたくなるような背景があります。というのも、イギリス鉄道庁は、2023年12月の時点で、エベロに対して、安全性が確認できたとして、正式に営業運転の認可を出しているんです。一度、乗客を乗せて走っていいよ、と認めた車両に対して、8ヶ月も経ってから突然、やっぱりあの機能がないと違反だ、と手のひらを返したわけです。当然、運行会社のアバンティは、このお役所のちゃぶ台返しに猛反発。現在は、改善通知に対して不服申し立てを行っており、両者は絶賛対立中です。とはいえ、国からの命令ですから、今後エベロには、タスそのもの、または、それに代わる、新しい速度監視機能の追加が求められると予想されています。幸いエベロには、将来の高度な信号システムに対応するための、準備工事がなされています。もし既存の無線信号を、ソフトウェアのアップデートだけで受け取れるなら、比較的軽い改修で済みます。しかし万が一、新たな信号機器の追加や、それに伴うブレーキ装置の改修が必要となれば、莫大な費用と時間がかかる、大問題に発展します。この前代未聞の改善通知が、果たしてどのような結末を迎えるのか。これは、現在進行形で動いている問題ですので、今後新たな進展がありましたら、また追って動画でお知らせしますね。気がつけば、最新鋭のエンジン音とともに、列車はウェールズの深く美しい山々の間をひた走っています。間もなく右手の車窓には、どこまでも広がる海が見えてくるはずです。次回はいよいよ、ブリテン島の先端へたどり着きます。新鋭車両から見る、
新しい景色と、懐かしい旅の記憶。その両方が交差する、旅の続きをお届けします。それではまた、海風香るウェールズの地で、またお目にかかりましょう。最後までご視聴してくださり、ありがとうございました。今回の鉄道旅、楽しんでいただけましたか？画面のアイコンからチャンネル登録をして、次回の旅も、ぜひご一緒ください。おすすめ動画も、合わせてご覧いただけると嬉しいです。